こんにちは。今日はですね、じゃーん、ドライヤーを比較していきたいと思います。はい、このドライヤーなんですけど、いろいろ考えたんですけど、このね、3つ購入いたしました。インスタグラムで以前、ドライヤー比較しようと思うんだけど、どこのドライヤーがいいと思いますかっていう風に、ちょっとね、こう書いたことがあるんですけども、その時にパナソニックのノケア、これを使ってみてほしいっていうお声と、これすごく高いんですけど、バイオプログラミングの 7D プラス、これ去年出たばっかりですね、のドライヤーを、ちょっと試しに使ってみてほしいっていうのと、この一番下、こちらはね、復元ドライヤーです。これを使ってほしいっていう声とか、他にもね、ダイソンもあったし、あとリファのやつもあったし、いろいろあったんですけども、ちょっといろいろね、ネットで探して、この3つをいいんじゃないかなと思って今回購入しました。で、私自身が使ってるのは、実はこのバイオプログラミングの前の 4D とか 3D をね、使っておりました。なので、このシリーズの一番新しいのはね、個人的に使ってみたいなと思っていて、こちらはね、絶対使ってみようと思って決めたんですけども、こちらナノケアは、これお値段もね、お手頃なんですけど、すごく性能がいいっていう人気があって、で、これは、私のお店の美容師さんがこれがいいからちょっと使ってみてほしいっていうので、こちらも比較したいなと思って購入しました。で、こちら復元ドライヤーなんですけども、このドライヤーもすごくいいっていうことを DM でいただいて、ただ結構欠品だったそうで、1月ぐらいに購入の予約をして、やっと3月に届いたという形です。で、早速開けていきたいと思います。復元ドライヤーから開けていきたいと思います。すごい人気あるみたいですよ。最近ドライヤーってね、高級志向になってきてますよね。はい、説明書が入ってます。で、私は白色を購入いたしました。はい、本体こんな形になってます。あんまり大きくないですね。もうなんか思ったより写真で見たらもうちょっと大きいのかなと思ったんですけど、なんか手頃なサイズな気がします。で、ドライヤーの比較は1回じゃちょっとわからないと思うので、3日ぐらいずつ使っていって、髪の毛がね、変わったかとか、サラサラしてるかなとか、乾きやすさとか、いろんな点で考えていきたいなと思っております。じゃあ他のも開けていきます。で、次にこのナノケア開けていきたいと思います。箱が結構高級感ありますね。このパナソニックのシリーズは昔から出てて、私も本当学生時代から使ってたんですけども、これ多分最上位モデルだと思います。多分そのナノケアのシリーズでは一番高いやつかなと思います。最近他のドライヤーが高すぎて、もうなんかこれぐらいがお手頃で質がいいっていう感じがね、しますね。もうドライヤーにもう5万も6万もってやっぱ思うし、試したことないのにそんなお金ねかけるのなんかなっていうのもね、ちょっとわかるし、こんな感じです。色も何種類かありました。白もあったし、紫もあったし、結構写真とかホームページで紫が多分推してる色じゃないかなと思います。でもなんかこれがね、ピンク可愛いなと思って、今回こちら選びました。はい、では最後にこちらバイオプログラミングを開けていきたいと思います。じゃーん、すごーい。分厚い。すごい高級感の塊ですね。なんか説明書はこっちなんですよね。取扱説明書はここにあるんですけども、取扱説明書だけでもね、こんなに分厚くていろんな国の言葉で書いてあります。じゃあ本編ちょっと開けてみたいと思います。最初ね、なんか 3D でも高いなと思って、次 4D 出てもっと高いなと思ったのに、とうとう 7D ですよ。すごー、なんかもう武器みたいじゃーんすごいかっこいいっていうか、スマートになったかな。今使ってる、今家にあるんで 3D の方がこっちあるんですけども、もっとねヘッド大きいかなと思います。なんかちっちゃくなったし細くなった気がする。で、ちょっと旧型モデル持ってきます。はい、ちょっと急いで今旧型の 3D のやつ持ってきました。なんかここの厚さも薄くなった気がします。こっちの方がなんか大きいですね。あと掴んだ感じもなんかちょっと気持ち細くなったかもしれないですね。はい、横から見たらね、薄さは全然こっちの方が薄くなりました。あと持つところもこっちの方がねシュッとしてて、こっちの方が古い方がねぷっくりしてます。重さはちょっと軽くなったかもしれないですね。楽しみです。ちょっとこれも3日間使ってみたいと思います。仕事から帰ってきました。これからお風呂に入りたいと思います。はい、ということで最終3日間使うのはパナソニックのヘアドライヤーナノケアを使っていきたいと思います。
がナノイーが出るところになってます。で、この両脇がミネラルマイナスイオンが出るところになっております。ナノイーとはって説明書にあるんですけども、髪の内部も潤い艶やかで美しい髪に仕上げます。またブラッシングなどの摩擦ダメージや紫外線から強い髪へと導きますということで、高浸透ナノイーが水に含まれた微粒子イオンであるナノイーの水分量を増やして毛髪内部に浸透しやすくしたものということだそうですね。目には見えないんですけどね、から出ているそうです。で、一般的な使い方で見ていくと、まず電源スイッチをこう入れてターボかドライを選びます。私は髪の毛乾かすターボですね。髪全体に温風を当てていきます。で、髪が9割程度乾いた状態で髪を艶やかにまとまりよく仕上げるために、オンレディーズモードを使うということです。で、毛先の痛みが気になるときは毛先集中ケアモードを使います。ということで早速髪の毛をね、洗っていきたいと思います。髪の毛が洗い終わりました。タオルドライをして、いつもだったらこの後流さないオイルをつけるんですけども、今回は流さないオイルを使わずにね、ドライヤーに力だけでどこまでサラサラになるかやっていきたいと思います。ということで、今回ね、何分で乾くかを見ていきたいと思いますので、はい、ストップウォッチ使っていきたいと思います。では始めます。スタート。はい、今時計はですね、はい、3分になります。今9割方乾いたので、次はここですね、ここを押していってオンレイリズムモードを使っていきたいと思います。で、内側から乾かしていくそうです。始めていきます。はい、4分39秒、約4分40秒ですね。すごくしっかり乾きました。今までの私が使ってたドライヤーってレプロの 3D をさっき使ったんですけども、それよりもね、乾くのは断然早いなっていう実感をしました。そっちの方はね、測ってなかったんですけど、このドライヤーに変えて乾くの早いなって本当に思いました。指通りもサラッとしてます。結構いいんじゃないですかね。オイル使わなくてこの感じだといい感じのドライヤーだなと思いました。ちょっとあと2日連続続けて使っていきたいと思います。それでは2日目、髪の毛洗って乾かしていきます。お風呂から上がりました。では今日も数えていきたいと思います。スタート。はい、本日は4分27秒でした。多分昨日より操作を覚えたので、結構サクサク乾かしていけたんじゃないかなと思います。感触的にはですね、ナノケアドライヤーは今のところは、乾きやすいドライヤーかなと思いました。手触りもね、2日連続続けてなんですけども、結構いい感じです。3日目です。これから髪の毛を洗って乾かしていきたいと思います。それでは乾かしていきます。はい、スタート。はい、乾きました。今3分56秒。4分ですね。はい、3日間乾かしてみての感想なんですけど、乾くのはとっても早いんじゃないかなと思います。手触りは結構良くなりました。なんかオイル使ってても、普通のドライヤーで乾かしたらこれぐらいの時もあるんですけども、今回はオイルなしでね、これぐらい、指が通るんだったら、いいんじゃないかなと思います。この、3日間乾かしたこの髪の毛を基準にして、今後2つのドライヤーも、検討していきたいなと思っております。はい、ではまた新しいドライヤーやってみます。はい、では今日からですね、こちらの復元ドライヤーを使ってまいります。初めて買いました。で、先週ですけども、ナノケアのドライヤーを使ってたんですけども、そしてちょっと期間空けてこれを使ってます。じゃないとですね、ナノケアで髪の毛がサラサラになって、そしてこれ使ってさらになると、なんかこれがいいのか、前回のドライヤーが良くて今回のドライヤーが良くて、この流れがいいから髪の毛が良くなってるかちょっとわからないので、なるべくね、当初の髪の毛に近づけて、こちら使っていきたいと思っております。はい、それでは髪の毛を乾かしていきたいと思います。その前にですね、説明書を読んでいきます。こちら説明書に乾かし方を書いてるんですけど、まず近づけて振らずにゆっくりということみたいですね。使い方を間違うと復元ドライヤーの効果が出ないそうです。これまでのドライヤーは熱から髪を守るために遠ざけて振りなが
から素早く当てる必要がありましたが、低温設計を実現した復元ドライヤーは全く逆の使い方をすることで育成光線とマイナス電子の効果を最も最大限発揮できるということです。はい、それではですね、早速、測っていきたいと思います。スタート。5分42秒でした。結構ね、時間かかったような気がします。で、乾かしていってるうちに思ったんですけども、確かに全然熱くないんですよ。普通のドライヤーだと、もう同じとこ長時間かけてると結構、熱ってこう指とかもこう熱くなってくるんですけども、今回この復元ドライヤーは全然熱くなかったです。感触としてはですね、ゆっくり乾かしていって、結構ね、髪の毛ね、サラサラになったんじゃないかなと思います。指通りがいいですね。こんな感じです。今日もオイル塗ってないんですけど、全然すごく引っかかりもない感じで、今のところはいい感じに仕上がっております。なのでね、あと2日ぐらい使ってみて、乾かす時間も計りながら、使用感をね、レポートしていきたいと思います。今日はですね、5分14秒でした。毎日毎日ね、タオルドライだけなんで、ばらつきはあるんですけども、はい、今回はちょっと時間かかったかなという感じです。手触りは、ちょっと引っかかりますけど、なんかホクホクしていい感じな気がします。では3日目もやっていきます。それでは復元ドライヤーの3日目乾かしていきたいと思います。髪が乾きました。今のタイムはですね、5分30秒でした。今日はね、3日間使ってみて、だんだん乾かすコツが分かってきました。最初はヘッド振らないんでどうやって乾かそうかなと思ったんですけど、ヘッドを斜めに当てながら手でこう揺らして乾かしていくと結構乾くのがだんだん早くなってきました。触り心地、コシがある感じしますね。一本一本しっかりしてる感じがします。引っかかりは今のところないですね。結構綺麗に乾いたんじゃないかなと思います。はい、ということで3日間試してみました。また次、他のドライヤー試してみます。それでは今日から3日間、今度はレプロナイザーの 7D を使っていきたいと思います。ということでね、早速髪の毛をね、洗いたいと思います。はい、それでは髪の毛洗いました。ということで早速測っていきたいと思います。用意スタート。4分32秒でした。初めて使ってみての感想なんですけども、結構ね、熱が高いなって思いました。設定が3つあるんですけども、一番上かな、3で乾かしました。321は風量が違うかなっていう感じです。で、あとこの上のボタンは、ちょっとクールって言ってね、多分冷たいなるやつですね。ちょっと手触り気になるんです。ブラシをかけてから触っています。手触りは至って普通かなと今のところ思います。ちょっとあと2日間ね、使ってみたいと思います。今日はレプロのね、2日目です。それでは髪の毛をね、洗っていきたいと思います。では2日目も測っていきたいと思います。はい、では用意スタート。はい、今日はですね、2回目3分18秒でした。やっぱね、乾くの早い気がします。結構熱が高いので、はい、しっかり乾いてますね。復元ドライヤーをこの1個前に3日間使ったので、あれは中ぐらいの温度で全体的にこう乾かしていって、なるべくヘッドを動かさないというタイプだったらすごいこうギャップを感じております。手触りはでも結構指は引っかかるかなという感じもしますね。多分私3週間続けてるんで、最後に美容室でトリートメント行ったのが確かもう1ヶ月以上経つので、それも加味するとこれぐらいなのかなっていう感じもします。もちろんね、2週間前とか3週間前の方がトリートメントが残ってるので、ちょっと不利な気はするんですけど、ちょっとこう値段も高いドライヤーなので、ちょっと期待して一番最後に使っております。あと1日使ってね、ちょっと検討していきたいと思います。それではレプロナイザーの3日目です。今から髪を洗っていきます。それでは3日目乾かしていきたいと思います。はい、3分13秒です。だんだんドライヤーで乾かすコツを覚えてきて、結構早く乾くようになりました。風は結構出るんですけど、温度もあったかめだと思います。
はい、ということで3日間ね乾かしてみたので、トータルのね総評していきたいと思います。今日の感じはね結構手触りがいいのかなと思いました。初日使ったよりもね全然指取りがいいのでね改善されていったのかなと思います。それぞれ3日間使い終わりました。初日はこのパナソニックのナノケアドライヤーを3日間使って、次の週にこちら復元ドライヤーを3日間使いました。そして最後に3週目にこちらの 7D プラスを3日間使いました。正直ね3日間使ってみての感想なんですけども、なんかあまりなんかこう全部多分最上位モデルというかすごく力入れてるモデルだと思うので、使い心地は違うんですけど、髪の毛がね良くなったかどうかっていう点で言うと特徴は全然違うんですけど、それぞれ結構良かったかなと思いました。でまず一番最初に使ったこれなんですけども、3日間使ってね平均で乾かすまでに4分21秒かかりました。だってここのボタンを押すとこのイオンが出るそうで、いろんなモードがあるので、もうこう乾かしながらねこう毛先を重点的にこうねケアしたいんだったらこのケアモードっていうのでね途中でやって最後仕上げていきました。このナノケアのこのナノですね、ボタンを押すとナノが出るんですけども、すごい香りがします。これがね独特の香りで、これ目をつぶっててもこれパナソニックのドライヤーだなと分かるような感じがします。実際もう結構この辺から香るんですよね。なんだろうな、この独特のね香りがするドライヤーだと思います。使い心地は、これ多分この3つの中だと一番一般的なドライヤーだと思いました。じゃあちょっと他のも見ていきます。はい、では次に2週目に使ったこの復元ドライヤーですね。これは乾かす時にねヘッドを振らないっていうことで結構低温に設計されてるみたいで、この髪の毛をね内側からこう揺すったりとか、髪の毛側をこうやってね乾かす時に角度を変えるのがいい使い方だそうで、全然熱くなかったです。なので同じ位置でねこうずっと当てても、手とかね首とか熱くならないんで、髪の毛にはね優しい設計なのかなと思いました。その代わり乾かす時間はこの3つの中で、一番長かったです。平均時間は、3回やって5分28秒、3日間ともね5分台だったので結構これが時間かかるかなと思いました。で髪の毛はね結構しっとりします。なのでこちらね時間かけてもいいから髪を優しく乾かしたいなっていう方は復元ドライヤーがおすすめじゃないでしょうか。じゃあ次に一番今回ねドライヤー比較をするきっかけにもなったドライヤーなんですけども、これは 7D ですね。以前の 4D も使ったことがあって、でその前の 3D もあるんですけども、今回何が違うのかなとちょっとこう気にしながら乾かしていったんですけど、まず結構熱がね高い気がします。この3つの中では多分一番高いです。当ててると、結構熱かったので熱っと思ってこういろんな角度でこう乾かしていきました。全部乾ききる、時間は平均して3分41秒でした。なのでこの3つの中では一番早く乾くドライヤーだったんじゃないかなと思います。なので、ちょっと結構高い熱でね一気に乾かすドライヤーだったので早く乾くドライヤーだなと思ったんですけど、髪がそこまでねなんか回復したとかサラサラになったっていうのは正直そこまでは実感がありませんでした。どっちかっていうとこの復元ドライヤーの方がなんかまろやかな感じがしました。であと最初のパナソニックのドライヤーも結構ちゃんと綺麗に乾いて髪の毛のね手触りも良かったのでコスパとか関係してくるなとか思ったんですけど、こちらが Amazon では税込み 26,745 円で、こちらの復元ドライヤーが税込み 27,500 円で、こちらの 7D が 79,200 円ですね。なので値段帯としてはねこれがちょっと一つ頭上かなと思ってて、この2つはほとんど同じ値段ということです。こっちのねパナソニックのドライヤーは Amazon で買ったので、その日によって値段がちょっと変わってくると思うんですよ。楽天で買ったり Amazon で買ったり、あと価格 .com で買うと多分これ結構値段変わってくるんじゃないかなと思います。なので私がねもしおすすめするとしたらこれは正直多分高いです。使ってみて値段がね3倍ぐらいなんですけど、3倍分の髪の毛が綺麗に潤って乾くかといえばちょっと疑問かなと。ただこちらのシリーズも何作も出てるので過去からずっと使ってる方でもしねこの上位モデル買い替えたいなっていう方ではいいと思います。グレードアップしてますし早く乾くようになっております。ただ現実的に家電製品なんでね2、3万でも結構高級なドライヤーだと思うんですよね。なので私はねこのパナソニックやっぱすごいいいと思います。これは本当に何年も何年もちゃんとこう作られて改良されて今まで使った中のナノケアのシリーズでは一番良かったです。
そしてこの復元ドライヤー、こっちも本当に良かったです。これは髪の毛がしっとりするし、ちょっと乾かすのに時間かかるし独特な、乾かし方でしたけど、これもなんかすごく潤った感じで良かったかなと思います。なので一番ちょっと決めにくいんですけど、今の私のね投票の中で、じゃあ私だったらこっち使ってみようとか、いや私ちょっと早めに乾かしたいからこっちっていう方もいらっしゃると思うし、私はもうとりあえず時短命だし、これすごく良かったって思う方はこっちだと思います。はい、今回のドライヤーの比較いかがだったでしょうか。またねちょっと気になる家電製品が出てきたら自分でね美容家電使ってみてレビューしてみたいと思います。それではまた。